いて座さん、お帰りなさい。お疲れ様です。琴音です。ディズニーでしたね。夢の国ですよ。夢の国へようこそ。これが今のいて座さんの運気と言ってもいいぐらい、ディズニーがよ、やっと抜けた感じしませんか？霧の中から抜け出したような感覚。これまでの重たい感覚、あくまでも感覚ですが、なんとなくすっきりしない感じしてたでしょ？ここから抜けたんです。ですから強調してますよ。この1年は楽しみましょう。好きなことをやっていい時期に入ったんです。楽しそうや好きと思ったことを積極的に選択してくださいね。それで大丈夫ですからね。だったら行ってきま待って、せっかくなので行動する前に私からのアドバイスを聞いてね。実は私は月の星座がいて座なんです。ですからいて座のこの開放感は現在進行形で実感しているんですよね。私もね。ここで月の星座って思った人いますよね。占いが好きな人は、はい、月の星座ねって、私は魚座だわとか獅子座だわとか知っていると思いますが、通常は知らない人が多いと思うんですよね。これは月の星座で検索すると簡単にウェブが見つかるので、ぜひ調べてみてくださいね。その際、出生時刻がわからない人は1日の真ん中である12時にセットしてください。プロの占星術家はあらゆる天体から性格を分析しますが、ベースになるのが星占いの星座と月の星座がミックスされた時の行動パターンで推測していきます。ですが、いて座さんの場合、生きにくさを感じる人は星占いの星座と月の星座の性格を分けて考えた方が楽に生きられるし、人生ハッピーに過ごせますよ。そう思う。私はね、いて座さんが持つ楽観的な考え方、これ本当に生きやすい。ただ、これだけだと夢が夢で終わりそうなので注意になってしまう。ですから月の星座もいて座の方はここが注意です。現実も常に意識した方がいいということですね。でも月の星座もいて座の人はユーモアの塊。本当に周りの人が一緒にいたくなるような幸せを運んでくれる人と周りの人は思っていると思います。いて座の自分と月の星座の自分、分けた方がいいと思うのは自分を使い分けるということなんですよね。例えば私は星占いの星座が乙女座、月の星座がいて座。どういうふうに使い分けしているかというと、乙女座は几帳面、細かいことが気になる、真面目、こんなキーワードが出てきます。仕事面、私なら占いで皆さんを鑑定するわけですが、その時は乙女座の私をフル活用。仕事以外はね、開放的で楽観的ないて座の私で過ごす。こんな風に生活を始めたら人生が非常に楽になりました。自己分析にもなりますよね。自分のことがわからないっていう人も、これで履歴書の自己アピールが書けるようになるでしょ。長所と短所を的確な言葉で書くことができる。私はいて座じゃない？もう大好きなんですよね、いて座の私が。血液型占いで言えば B 型に近いと思いますね。我が道でいいんです。人生楽しくなければ嘘でしょ？これで OK なんです。月の星座検索するのはめんどくさいなーっていう方は、概要欄に私が検索してトップに出てきたウェブを載せていますので、ここで調べてみてくださいね。では各星座のキーワードをお話しします。お羊座、
自分らしさの追求、自己表現力、チャレンジ精神、リーダーシップ、お牛座、安心できる居場所の確保、安定を求める、快適を求める、価値を生み出す。双子座、自由を愛する、価値観の多様性、コミュニケーション能力、自由でいること。蟹座、集団意識、他者との関わりを大切にする、他者と共感し合う、家族ご先祖様への思いが強い。獅子座、自己表現、承認欲求、感動家、イベント好き。乙女座、奉仕精神、役に立つことを望み、技術や知識を身につける、パーフェクトを目指す、分析力。天秤座、人間関係に調和をもたらす、正義感、バランス感覚、自己表現力。蠍座、絆を大切にする、強い愛情、深掘り、夢中になれることを探す。射手座、楽観的、自由奔放、視野を広げる、真実の追求。ヤギ座、野心家、目標達成まで諦めない、実直、責任感。水亀座、個性的であること、平等主義、現状の改革、仲間との連帯意識。魚座、情緒的な思考や感情、他者を癒す、直感力、他者を受け入れることが容易。どうでしたか？射手座の私と月の星座の私の使い分け、ぜひ試してみてください。で、ここで月の星座が分かったわけですので、私のこの占いですね、自分の月の星座の方もぜひチェックしてみてください。では、なんで私がこのお話をしたかです。今はとにかく楽しむことが大切。本来持つ射手座さんのね、のびのびした部分を生かして心から楽しんでほしいんです。どんどん前へ前へ、楽しいことへの収穫を聞かせてほしいんです。邪魔している性格の部分の排除、これをね、知ってほしかったからなんですよね。大丈夫？ぜひやってみてね。今の時期、楽しいことが起こりやすい時期、恋愛運最高の時期、2023年5月16日まで。長いね。でもね、11月頃から12月まで閉塞感をね、感じる時期に入るんですね。その時はまたお話ししますね。恋愛運さらにいい時期、もうね、さらにちょっと射手座さん、今ですよ。恋愛7月5日までと8月21日以降、またこの本当に恋愛運がいい時期、どんどんやってきています。だから今恋愛は今ですからね、お願いしますね。私琴音はニューエイジの勉強を独学でスタート。現在占い師としては鑑定歴15年、気から開運引き寄せ、こんな活動をしています。きっとはあやふやな言葉を出てきましたが、思考はね、超現実的。今乙女座って言ったからね、目指すはお得な生き方。お得は大好きです。そしてこのチャンネルでは生きにくさを感じる人に向けて、占いを通して生きやすさのご提案ができたらって思っています。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ではカードの方で鑑定していきたいと思います。これからね、カードを引いていきます。もしもね、引くところは見なくてもいいわっていう方は、タイムスタンプ概要欄に貼ってありますので、次の項目ですね、ファーストインプレッションの方にお進みくださいませ。どうぞ。ではカードを引いてきます。まず最初にね、過去ですね。過去から引いてきますよ。射手座さんの過去教えてください。
ね。もう一回やりますよ。あ、ちょっと待って。はい。そうですね。まあ前の項目で言っていたようなちょっと閉塞感があるようなカードが出てきました。はい。では現在ですね、井出田さんの現在を教えてください。いいですね。こう積み上げようとしているようなそんな感じ。幸せに向かって。はい。バラの花がね、ちょっと印象的なカードが出ました。現在です。はい。ではちょっとはい。近い未来。井手さんの近い未来を教えてください。はい。つながってはいないけど、まさに伊手座さんじゃないんですかこれっていうカードが出ましたね。ちょっとね、こんなカードですけどね、まさにっていうカードが、近い未来に出ています。はい、次はね、対策です。伊手座さんに何かアドバイスください。はい。はい。あらまあらまとか言っちゃった。ハッピーっていうね、なんかもう楽しげなカード出てきましたね。ね、楽しい時期。ちょっとアドバイスも楽しそうですよ。では次にあなたの気持ち。はい。どんなカードが出るんでしょうか。伊手座さんの気持ちを教えてください。いいんじゃないんですか。前へ進もうとしてますよね。いいですね。急いでって感じしますね。はい、障害または援助。伊手座さんの障害または援助を教えてください。ダイヤモンドが出てきましたね。素敵すぎる。はい、ではね、結果の方ですね、引いてきます。伊手座さんの結果教えてください。なんかゾクゾクしてきてる。
私の手がね。サポートのカードですね。なかなか持ってなかなかですよ。はい、カードね、出揃いましたね。では見ていこうと思います。はい、こちらの3枚ね、過去、現在、未来ですけれども、とってもね、こう閉塞感があったと思うんですよね。これまでね、なんかこのね、囲われてる感じ、見えるかな。で、イノシシさんが外から眺めています。で、これね、薬草でね、薬草を、包んでいる感じ、包んでるんですよね、この女性ね。だからこれをこのお鍋に入れるのかもしれませんね。魔女の修行、何かね、こうなんていうの、お薬を作っているのかもしれないね。でもちょっと顔暗いでしょ。頑張りすぎ、めちゃくちゃ頑張ったんだと思うんです。自分のね、中で。本来ならばいて座さんって伸びしてるところが本当に合っているんですよね。こんなね、こう狭く囲まれたようなところは似合わない。でもまあね、運気もそうだったんですよね。家の用事とかね、あとなんとなくですよ、感覚ですけど、うまく回らないような感覚を、感じていたりとか、だから、ちょっとこもってしまっているような感じを受けますね。まあ昨年ですから、まあもちろんね、コロナなんかがありましたので、なかなか表に出るチャンスもなかった、そんな時にその時期と重なっていますから、まあ良かったといえば良かったですよね、時期的にね。ただやっぱりこれからコロナ明けでいよいよ出てきます。花がこんな咲いている。ちょっと窮屈な、苦しい状態でもあったのかも。もしくはね、何かめちゃくちゃ取り組んでいて、頑張りすぎている。自分のキャパってあるじゃない。自分のキャパを超えるぐらい頑張りすぎちゃったっていうこと、それもありますよね。まあこれね、結果のこのカードね、サポートって書いてあるんですけどね、ここにね、休息ですね。ちょっと眠っている女性が、ユニコーンの上に乗っておりますけれども、これはね、後でまたね、絵を拡大しながら皆さんとね、一緒に見ていきましょう。だからこのすごく頑張っていたこと、ちょっと本当に無理もあったのかもしれない。そこから一旦自分で離れるとか、もしくは段取りがついたとか、そんな感じなのかもしれないなって思いました。で、こちら現在なんですけれども、お花が咲いていて、女性の頭の上にもバラの花で、こちらに大きなバラの花がありますね。何かこう自分でこれやりたいとかやってみようっていうね、気持ち、しかもそれがこうワクワクするような楽しいことで出てきましたね。楽しい時期に入ったって言いましたけれども、そちらのなんかこの向かう方向性が決まるんだと思うんですね。今まで頑張ったからこそ、新しいまたこのワクワクした方向に気持ちが向かっていく、それが現在なんだと思うんですよね。いいですね。で、近い未来ね、こちらのカードなんですけれども、先ほどね、いて座さんらしい、まさにいて座さんですねって言った
女性のカードね。これからいざ行くぞっていうような女性のカードですけれども、見えますか？はい。目もね、ギュッて一つの方向に睨みを利かせるじゃないんですけれど、見つめている。どんどんまっしぐらに進んでいくんだと思うんです。だから今ね、これが8月超えた後でしょ、近い未来だから、これに向かってるんですよね。もういざどんどん進むって感じで、今はワクワクすることをちょうど見つけ出してやりだした感じかな。そんな風に思いますね。どうでしょうか。ちょっと私なんかは当たっていますね。はい、当たっていた。よかった。だからいて座の皆さんもなるほどって思ったのかも。で、もう走り出して先ほど言いましたけど、駆け出すような感じですね。で、こちらがもう楽しくてしょうがないような感じ。こちらが対策ですから、もうとにかく楽しんでって。だからいつもこのダンスしてるような感じ、踊っているような感じ、それでいいんですよ。気持ちがもう前へ前へ、あなたの気持ちがこちらね。だからあなたの気持ちが今こちらのカードね、何かこうやりたいことが見つかった。で、もう駆け出している、走り出している、それでいいんです。でも気持ちは楽しくね、笑顔を忘れないで楽しく、そんな感じで、幸運はあなたにくっついてきているから大丈夫、そのまま止まらないでって感じなのかもしれないですね。あなたの気持ちのままでいい。ただそこに余裕も持たせること。はい。余裕を持たせるという意味で、この結果の休息につながっていくんだと思うんです。一旦今まですっごく頑張りすぎていたことからちょっと離れてもいいかも。で、今は本当に楽しいことだけやってほしいんですよね。自分が楽しいなって思うこと、それがイコール結果のこの休息にもつながるんだと思うんですよね。逆にこの動きがないと、いて座さんの場合はダラダラってなってしまう、だらけてしまうところがあるので、とにかく楽しいことで動き出す。で、ちょっとこう辛いなとか頑張りすぎているなっていう面は休ませるべきなんだと思うんです。で、結果がこれだから休む方向に向かっていくんだと思います。まあね、楽しいことがあればどんどん進みたい気持ちが今あるわけじゃない？で、そうなればすいません、声がねガラガラになっちゃった。そうなれば、ちょっとねお茶飲むね、ごめんね画面はすぐ切り替わります。はいはい、すいません、お待たせしましたって待たせてないよね、画面は。ちょっと編集で多分カットして。ですね、で、こちらがね、援助またはね、障害だったんですけれども、2つ、両方とも意味あると思うんですよ。今は目標を高く上げてくださいっていうことね。で、目標を高く上げるような、また何か機会がやってくる。自分で、もうちょっとこの上を狙おうっていうような機会がやってくると思うんですよね。で、その時に、障害となるのが、ちょっと自分が臆病になってしまって止める気持ちね。そういうことってあると思うんですよ。止めちゃう。ちょっと怖いなって。これ以上こう進むのって怖いなっていう止める気持ちがあると思うんだけど、今は運がしっかりとくっついてきているので大丈夫よってこと。これ恋愛にもそうかもしれないですね。せっかくのチャンスが現れても、ちょっと私無理かもで
一旦引っ込める。で、本来ならばいて座さん、これまさにいて座さんらしいカードが出てきています。どん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 前へ進むっていうね。でも、前の項目で言いました月の星座ね、月の星座のどこかの性格の部分でストップをかけるようなところがある。だからそうじゃないでしょうっていうような感じなのかもしれない。ですからちょっと前の項目ね、月の星座ね、めんどくさがらずにね調べてね、本当にね、いて座さんの場合はめちゃくちゃいいんですよ、性格的に。まあなんて、私もね、自分が月の星座いて座なので自分のことを自画自賛しているようで嫌なんですけど、天真爛漫でいいわけなんです。それをちょっと待ってってストップかけるような性格、それがあるようならば調べた方がいい。だから月の星座を調べてみてって言ってるので、別にその月の星座が悪いってわけじゃないわよ。他の星座だってめちゃくちゃいい星座いっぱいあるし。だから切り分けること、仕事では、本来ならば月の星座ってプライベートを表すんですけれども、皆さんの鑑定をしていると、結構ごちゃごちゃってなっちゃってるかなっていうような感じ、ミックスされちゃってて、合わせての性格になっているパターンが多い。私は太陽が乙女座で月がいて座じゃない。で、じゃあ私の場合で言いますと、月の星座と太陽の星座、きっちり分けてなかった時は混乱していたのね。なぜかって言ったら、乙女座っていうのはすごくこう目の前のことがとっても大切なわけで、目の前を見ている。で、目の前のことめちゃくちゃ気がつくわけ。いて座さんはざっくりなんです。だからすごく自分の中でそれが細かいところと、ざっくりなところが一緒になると、なんだかどっち動いたらいいのになってしまうでしょ。ですからいて座の自分を出すのとプライベートの部分、すいません、全然分かってないよね。ちょっとここでまたもう一個説明しないと分からなくなっちゃうと思うんですけど、私が太陽って今太陽の星座って言ったのは星占いの星座のことですね。すいません、それねちょっと補足しますね。2つをしっかりと切り分けて、今は特にこの楽しいっていう時期は切り分けてほしいなって思ってるんですよ、私は。だってせっかくの楽しい時期を何かちょっとこうストップかけるようなことがあったりとかするよりは、ちょっとこのストレートにスッて進んでいった方が私は、このせっかくのね楽しい時期、楽しく過ごせなくはないけれど思いっきりがなくなってしまうから、だから臆病っていうのが出てるんだと思いますよ。はい、そう思いました。ではね、こちらせっかくね素敵なカードが出ていますので、じゃあこれとこの辺見ていきましょうかね、細かくね。はい、ではね、画面を大きくしますね。顕微鏡みたいなカメラで映してきますよ。何かまたね違う、今のファーストインプレッションとは違うような、回答がカードさんから伝えられるかもしれないのでね。はい、では移ります。はい、こちらのカードですね。いて座さんらしいカードってこの女性。じゃあちょっともうちょっと拡大してみますね。未来をね見据えているようなね目を、視線かな、視線を向けてますよね。未来に視線を向けているって感じですね。で、ちょっとこのね、なんとなく戦火にあるような感じがしますけど、そこでたくましく戦うぞっていうような感じしますね。で、いて座さんらしいっていうのは、もうこの見据えたこのね未来って今言いましたが、自分の目標なんかをね見つけたらまっしぐらに行くんですよ。自分でもそう思いませんかね。動き出す、少々ね秋っぽいところはあると思いますけれども、とりあえず頑張る、
エネルギーに満ちている、そんな感じですね。ですから、本当に伊手座さんらしい、情熱があるような、情熱っていう言葉がふさわしいですね。そんなカードが出ました。実はね、だからこの女性のようなたくましさを持ってるはずなんですよ。本当はね、気がついている人もいるかも。でもこれは多分年齢によってかな。例えばまだ10代、20代だと気がついてないのかもしれないけれども、40代以上の方でしたら、私たくましいかもって。30代、30代って結構いろいろあるんですよ。40代、44歳ぐらいまでの間ってね。それでなんかこう切磋琢磨して、40代の、中盤以降ですねに、私ってたくましいんだなって気がつくのが伊手座さんだと思うんですよね。それまでは、そこまで思わないのかもしれないんだけど、でも実際このたくましさがあるんですよ、伊手座さんって。はい、こちら対策カードも素敵、かわいい。鳥が話しかけているような感じですね。それに応えている妖精ですね。この女の子ね、羽が生えてるから、もっと楽しんでって、楽しいわよって言ってるような感じも受けますね。はい。で、笑顔大切なんですよ、今の時期って。これぐらいね、いつもこれぐらいだったら笑えるんじゃない？もうちょっと大きくしますね。はい、大きくしました。これぐらいの笑顔は作れそうですよね。だからいつもこの笑顔でいてあと1年弱ぐらいですけれど、笑顔でいればいるほど小鳥さんがもっとハッピーなことを教えてくれますよってだから笑顔大切なんですよ。ちょっと風船の中に顔を見つけてしまいました。この顔ダメなのよね。ムスッとしてちゃダメなの。この笑顔。だから、ムスッとした顔は風船の中に閉じ込めましょうっていう意味かもね。それ伝えてるのかもね。こちらね、卵。妖精が立っているのは卵の上だったんですが、その卵に鍵穴が描かれているんです。ですからね、今はちょっと楽しくないなとか、自分が負担に思っているなということね、大変だなって思うことはこの卵の中に入れてしまっていいんじゃないそんな感じかもね。楽しもう。とにかく楽しもう。笑顔を忘れずに、ムスッとした顔は風船の中に入れてしまう。卵の中に、嫌な感情じゃない、大変だなって思うとか、ちょっと自分が自分としては楽しくないなって思う出来事は卵の中にとりあえず今のところしまっておこうっていうことですね。で、しまっといたら前進めないじゃんって思うかもしれないんだけど、実はこのね、この楽しいっていう時期、1年弱って言いましたが、その後にやっぱりまたね、仕事とかね、修行の時期がになってくるんですね。修行する時期になってくるの。だからその時に鍵穴から、ここのね、鍵を開けて、卵から出せばいいと思うんです。そういうことなんだと思いますよ。まさにまとまりましたね。はい、あなたの気持ちね。霊陽のカード。この鹿さん、霊陽っていう鹿らしい。走っているでしょう。駆け出してますよね。スピードありそうですよね。ここにね、顔が描かれてるんです。考えていること、自分が考えたことは即座に行動してスピードを上げて、突き進む。これが今のあなたの気持ちなんですけど、これもね、まさに、伊手座さんらしいカードですね。だから今、本来の伊手座さんのもう、楽しいこと大好きだし、どんどん進んでいくっていう、あなたらしい時期に入ってたからこそ、こんなね、軽やかなカードが出てきている。あなたの気持ちが軽やかになっている。そう思いました。
はい、こちらがね、結果のユニコーンのカードですけど、羽が素敵なんですよね。あと、この山あい。こんなところ行ってみたいね。行きたい。ね、飛行機の上からこんな風景見れるのかもしれないね。こういう場所の上、上空を飛んでいればね。羽が素敵なんですよね。まあちょっとそれで、今拡大してしまいました。素敵な羽をしてますね。そこにぐっすり眠っている女の子がいる。ね。まあ誰かに助けてもらいましょうっていう意味合いもある。だからこのユニコーンに助けてもらいましょうってことなんだと思うんですよね。結果としてね。でもこれまでちょっと頑張ってきたことを一旦休止で私はいいと思います。で、その休止せざるを得なちょっと休止はできないわみたいな、そんな状況の方こそサポートを得て、自分はちょっと楽になった方がいいかなって集中してほしいんですよね。楽しいことにね。せっかく楽しい時期に入っているのに、本当にね、もう私何度も言っているのは、今楽しんでって、でそれを妨害するような心理が働いた場合はそれちょっと排除した方がいいよっていうのは、まあね、鑑定しているとなかなかそこがうまく切り替えることができない方が多いんですよね。ちょっとこれはね、年齢が上がるにつれてなんですけれども、まだね10代20代だと分かりましたって、これが伊手座さんですよ。分かりました即実行なんですけど、やっぱり、40、50代ぐらいになってくると、なかなかそうはいかないわっていう、状況の人もいるかもしれない。それは、必ず助けを求めること、それが大切だし、多分助けようとしてくれる人が現れるのかもね。そう思いました。だから一旦今まで取り組んできたこと、とっても大変だったわっていうことは、先ほどの卵の鍵じゃないけれども寝かせ入れちゃうでしょ。でそこは休息状態になっていきますってことですね。それで私ね、本当にいいと思う。今先ほど言ったように次の時期までちょっと持ち越しでもいいのかなって思いますね。でもう一つ言えることなんですが、ちょっとね、また私の話ばかりでごめんね。私最近ね、ダイエット始めたんですよね。ダイエットのためにスポーツジムに入ったんですけれども、これってちょっとこのスポーツジムに入るための目的ってダイエットのためじゃない？筋肉を作ることによって、基礎代謝を上げることなんですけれども、でもね、実際スポーツジム入ろうかなと思って、何があるんだろうって調べたら、ピラティスとかやってみようかなとかね、ヨガとかもやったことがないからやってみようかなっていうちょっとね、気持ちになってきた。だから何か、チャレンジするにしてもね、そこから楽しいことが見つかる、そんな感じかもね。だから辛い、ちょっと今まで大変だったわっていうところでも、何かこの楽しいことをそこから見つけ出せる、そんな感じもします。それがユニコーンがもう誘導してくれるというかね。ユニコーンって様々ですよ。本当にユニコーンはね、いいアドバイスくれる。で、ユニコーンさん来てって言えばね、いつでもあなたのそばに来てくれるんで大丈夫。はい、こちらに戻ってきました。はい、これがあなたの気持ち。対策だったよね、ここね。はい、ごめんなさいね。はい。どうでしたか？本当にこう、ステップアップで前に進んでいく。ね、そこにはね、ちょっとこれ、拡大の方しませんでしたけれども、ダイヤですよ。幸運が
あなたを後押ししてくれる。まさにそうです。そのためには笑顔がとっても大切ね。笑顔絶対必要ですからね。ずっと笑ってて、もうずっと笑ってていいんで、笑顔でいてね。だからぐちゃってすごいぐわって笑わなくてもいい。それ変じゃない？これぐらいの笑顔でいいと思うんですよね。先ほどお見せしたね。もう一回後でね、確認してみて。どれぐらい笑った方がいいのかね。で、この風船の中のお顔もありましたよね。ちょっとムスッとしたような顔ね。こんな顔してたんじゃないいつもっていうのもちょっとね、再確認。鏡持ってね。鏡は魔法のアイテムですよ。ね。鏡見ながらちょっと自分の顔の確認してみて。で、さらにあなたは1ランク上に上がる。どんどん進む。ちょっと大変だったことは今は休憩させる方向に今進んでる。ちょっと流れが見えましたね。はい。で、今ね、恋愛絶好調ですので、恋愛運、まあね、おなじみだと思いますね。よく YouTube の動画の方でね、恋愛の方、他の方のね、他の先生方の、見てらっしゃると思うんで、そういう方もいらっしゃるのかもしれない。で、よく出てくるカードですね。では、ロマンスエンジェルカード引いてみますね。池澤さんに何かアドバイスをください。はい。いきなり。はい。はい、じゃあこちらもね、引きますね。池澤さんに何かアドバイスください。はい。あらまあ、また素敵なカードちょっと見える。これも拡大しますね。やっぱりいいカード出てます。はい、こちらですね。ちょっとこのカードね、先ほど拡大しなかったんですが、ここでやっぱりちょっと登場してもらうことにしました。こちらのね、ロマンスエンジェルカード。ですね、片思い、もしくは、現在交際しているとか、ご結婚なさっている方でも、相手の気持ち、お相手のパートナーの気持ちがわからないっていう状況ってあると思うんですよ。そう感じていらっしゃる方もいるのかもしれないなって思いました。で、片思いの人の場合ね、こんな絵柄になっているわけです。この人ね、すごくね、求愛してるじゃない？好きですみたいなアピールしてますよね。でもこちらの女性はそうでもない感じしますよね。で、周りの人は願っているのにどうかしらって顔をしている。でも今のあなたね、幸運が訪れているとお話ししました。ダイヤですからね、輝いているでしょ。ですから言ってもいいんだと思うんです。告白まではしなくてもいい。今の運気どんどん行くように今恋愛運来てるよって言いましたが、恋愛に関しては一旦今ちょっとストレートに告白するのはちょっとまだ待ってって感じですね。でもそこでダメだって投げ出さないこと、これ言ったじゃない。このカードの説明の時に言ったように、ちょっと自分でね、臆病になったりしまったりね、行くのやめようかなって思う気持ちはダメだよって言ったでしょ。だからすごく好きなら行くべきだし、ただそのまま突っ走ってはい告白はちょっとダメちょっとやめてなぜかって言ったら、もう一枚引いてたな。私ね、引きましたよね。はい、こちらのカードね、お互い理解しようっていうカードが出ています。お互いのことを理解しよう。
これは、今交際中の人もそうですし、既婚者の方もそうですね。お互いのことを知ること。こちらのね、拡大しましたけれども、ちょっとほら、年配風じゃない。ご年配風ですよね。だからお互いのこともよーく分かってるって感じ。知ってるからこそ、ハッピーっていう恋愛ね。よく見るとね、イルカさんがいるんですよ。ここにね。イルカって優しいって感じしますよね。海の中にいる、数少ない種類の哺乳類ですよね。なんとなくこう近いものを感じるじゃないですか、人間とね。で楽しそうに泳いでいる、踊っているようにも見えますね。魚もいますよ。でここにね、タツノオトシゴ風な生物がいますが、なんと角が生えているからユニコーンのように描かれてますよね。だからよく見ると、あれって気がつくことがあるんだと思うんですよね。だからまず相手のことを知ってから告白するならいいと思うんです。もしくは相手のことを知るために、話しかけたりとか、何かしらアクションを取ることで相手のことがよく分かってくるっていうこともあるじゃない。趣味こんな趣味なんだって、私もやってみようかなそれとかね。例えばそのお相手が何でもいいですけど、例えば、最近ですと、もうすぐね、ワールドカップがありますから、予選とか行われてますよね。サッカーの試合とかありますよね。サッカー観戦好きなんだよねとかね。ちょっと私も興味あるなって思ったら、ちょっと調べてみたりとか、日本代表のネタはね、いくらでもウェブで出てきますからね、検索するとね。で探してみたりとかね。でそしたら会話がまたつながっていきますよね。だからよく知ることが大切、今は。それが結果としてあなたをどんどん幸運に導いてくれるんだと思うんです。これ恋愛に関してもちょっとね、ぜひやってみてください。恋愛運本当にいいんです。ちょっと一旦間が8月私出しましたよね。7月5日までか。恋愛がいい時期ね。だからこんな感じなのかな。で8月21日以降からどんどんまたね、パートナー運が良くなってくる。そっから長いですよ。結構長い。だから1月5日から8月21日までの間は特に相手のことをよく知るような努力をした方がいいかな。ただもともとの運気が今恋愛運もめちゃくちゃいいので、もうさらに良くなるってことですからね、私が今言ったのは。ですから接近はありです。接近して OK、 大丈夫。とにかく笑顔でいてください。はい、また戻ってきました。これどうでしたか？恋愛運もね、今本当いい時期なんですけれども、今ね、具体的な日付をお伝えしましたが、そんな感じで進めてみてください。よく知るって大切ですよね。ちょっとね、下準備はした方がいいよっていう内容でしたね。でもいい方向に進んでますからね。輝くあなた、どんどん新しい目標を見つけて、結果的にあなたらしさが表面化できる。プラスちょっともう嫌なことというか、もうちょっとあんまり興味ないわってことは、もうこの卵の中にしまっちゃえってことね。ぜひ試してみてください。
進みたいあなたの気持ち、その通りに動きます。だから自分を止めることに関してね、止めちゃうような心理が働くようでしたら、ぜひともね、それなんでかなって理由、その提案もしましたよね。月の星座調べてねっていうね、そこまでちょっとねやってみましょう。せっかくのこのラッキー、必ずあなたは幸せを手に入れてほしいですね。あと婚活中の方、結婚ありの時期です。これもね含めて頑張り時なんですよ。本当に頑張ってほしいんです。ちょっとねいいアドバイスカード出ましたからね、この相手を知るということ、ちょっとしたことでもいいんですよね。よーく見ると、よーく観察すると、よーくお話を聞いてみると、もうねそこからどんどん会話を広げていって、まさにあなたの行動力によって実がなるじゃないな、実が熟すって感じそこまでいけるようにね、次回の鑑定の時にはね、皆さんどのようになっているのかちょっとね、楽しみで仕方ないですよ、私は。はい。ではね、今回はここまでになります。お付き合いくださいましてありがとうございます。では皆さん、楽しいこと、もしもね、楽しいことがある方ね、コメント欄に書いてくださると嬉しいです。ぜひ近況報告してください。お待ちしております。では皆様、また次回お会いしましょう。ちょっとこれボード持って失礼だわ。はい、お待ちしております。次回もまたね。はい、また次回も頑張ります。バイバーイ。